はい、どうも皆さんこんにちは。起動配信エリックです。今回紹介するのはガンダムアスモデウス。ランナーの枚数が1、2、3、4、5、6。それでは早速組み立ててみましょう。はい、というわけでガンダムアスモデウス完成しました。本体はこんな感じですね。でこのキットはね、付属してくるシールがちょっと多めで、シール貼ってないとやっぱ若干色味が寂しい感じがしますね。本体のギミックから紹介していきたいと思います。まずは、こちらのバックパックのスラスターが、こんな感じで稼働するようになっていますね。あとはこちらの腰のマウント部分が稼働して、付属の、マシンガンを、こんな感じでマウントしておくことができます。足の裏にもギミックがありまして、この黒い3箇所、こちらを組み替えることで、こんな感じにね、足の裏のクローの展開状態を再現することができます。このクロー部分にも、こんな感じの可動がついていますね。はい、こちらが今回付属してくる武装ですね。ギガントジャベリンにライフル、そして腕に装備するグラントンファーですね。はい、ライフルは当然こんな感じで手に持たせることができます。グリップ部分に余計なガードとかがついてないので、手首を分解せずにライフルを持たせることができます。ライフル持たせるとき楽でいいですね。続いてはグラントンファーです。両腕に装備されているアスモデウスの一番の特徴ですね。先端部分が、このように取り外せるようになっていて、付属の延長パーツを取り付けることでこのように伸縮している状態を再現することもできます。そして最後の武装はこちらのギガントジャベリンです。このように普通に手に装備させる以外にも、ジャベリンの持ち手部分を分解して付属のリード線を使うことで、このような射出状態を再現することも可能です。というわけでガンダムアスモデウスの紹介でした。構造は至ってシンプルなキットでしたね。フレームも共通のガンダムフレームを使用しているので、オルフェンズのガンダム系を作った人であれば簡単に組み立てられるんじゃないでしょうか。ガンダムっぽくないデザインの頭部はいかにも鉄血系の機体という感じで非常にかっこいいですね。欲しいのはカラーリングがほぼシール頼りなところでしょうかね。特にライトグリーンの部分が足りないような気がします。ここを部分塗装するだけでもかなりかっこよくなりそうですね。というわけで今回の動画は以上です。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram の方も更新していますので、よろしければそちらのフォローもよろしくお願いします。皆さんの熱いコメントなどもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。起動配信エリック、どうもありがとうございました。